今日はタイのチェンマイで整形をしたいと思います。約200円でお腹いっぱいになりました。これ展示ですね。東南アジア限定で今ジブリがユニクロとコラボしてるんですね。お坊さんもテンション上がって撮影するほどのお祭りみたいですね。前回の動画で顔のほくろを全部撮ったんですけど、よかったら、見てみてください。それに味を占めて今日は顔のシミを除去したいと思います。ちなみに前回、除去したほくろはこんな感じです。まだちょっと後残ってるんですけど、ほくろ自体は消えました。除去の手術をして2週間だとこんな感じですね。ちょっとまだ、前の取った跡が残ってる感じです。これに加えて今日はここら辺にシミがあるんで、それを全部取り除きたいと思います。こちらのクリニックで施術してもらいます。ちなみに日本人の患者さんも多いみたいなので、お医者さんは日本人対応慣れているようです。クリニック内の待合室の雰囲気はこんな感じです。施術終わりました。一瞬でしたね。5分もしてないぐらいかな。急スイッチレーザーみたいなシミ取りのやつをやったんですけど、痛み全然なかったですね。なんか顔に静電気がパチ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 って走るぐらいの痛みで、眉毛をこう抜いたりする方が痛いぐらいの感じですね。で、費用なんですが、1回あたり1000バーツ、約4000円ですね。これが安いのか高いのかは効果が出てからじゃないとわからないので何とも言えませんが、日本でやるよりは安いかなと思います。じゃあまた数日後、顔がどれぐらい変化したのかビフォーアフター見せたいと思いますので、お楽しみにしてください。シミを取って徒歩2分で牛を見れるのがチェンマイです。とりあえず宿に帰ってまた日焼けを避けるような生活をしたいと思います。はい、帰ってきました。今のところ術後の副反応的な感じで赤くなるみたいなことは、ないですね。じゃあ明日は近所の床屋さん約400円で切れるところがあるんで、そこで髪切ってきます。ではこちらの散髪屋さんで髪の毛を切っていきたいと思います。100バーツで切れるそうです。さて、このダサダサ髪型が約400円でどのように変わるのでしょうか。店内の雰囲気はこんな感じです。このようなちょっとボロボロですけどヘアカタログも置いていますね。どう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 。いや、散髪屋さん特有の美容師さんとの気を使い合った会話がなかっただけでもだいぶ快適でしたね。言葉がね伝わらないんで会話はもちろんなかったです。髪の毛もさっぱりしたんで、次は晩ご飯を食べに行きます。今日はこちらのお店で晩ご飯食べます。しっかりと英語を書いてくれているタイプのメニュー表なので、かなり頼みやすいです。ありがたい。調理しているところを撮らせていただきました。オムレツを注文しました。いただきます。卵の中には具だくさんで野菜もたくさん入っているのがすごく助かります。美味しい。こちらのお店、安い、美味しい、しかも野菜もたっぷりなのでかなりおすすめです。いやー美味しかった。じゃあ次は雑貨屋さんに行きます。先ほどのレストランの真隣にありましたこちらの雑貨屋さんに行ってきます。長期滞在に便利そうなアイテムを探して買おうと思います。かなりいろんなもんありますね。こちらは、カトラリー、食器です。シャンプーとかコンディショナー、ボディーソープなんかも揃ってます。なぜか大量にバタちゃん貯金箱があります。これ奥まで全部貯金箱です。お風呂に浮かべるアヒルちゃん、海外にもあるんですね。なぜか大量の南京錠だらけが売っています。
これは木ですね。木があります。 USB ケーブルなんかも一揃いあります。見たところアンカーのような有名メーカーはなさそうです。ドン・キホーテを彷彿する道の狭さです。カーフサポートと書かれたエルボーをサポートしている商品がありますね。大やけがをした膝に引いたサンダルもたくさんあります。1個あたり160円ぐらいなんで、日本から持ってこなくても現地調達しても大丈夫そうです。セームタオルを購入しました。海外旅行ではセームタオルかなりおすすめです。宿によってはもうタオルが使い物にならないやつだったりするんで、これが1個あるだけで安心度が全然違います。チェンマイにはああいう雑貨屋さんが結構そこら中にあるんで、日本から持っていくか持っていかないか、これどうしようかなぐらいのやつはもう持っていかずに現地で調達するっていうこともありだと思います。コンビニでオレオを買いました。オレオはどこの国に行っても大体売ってますね。ちなみにオレオは今ポケモンコラボ中です。はい、じゃあ今日はもう宿に帰ります。先ほど買ったセームタオルなんですが、1回水でゆすいだらボロボロになりました。そういうこともあるので皆さんお気をつけください。はい、今日はビザの延長用に、写真の撮影とパスポートのコピーをしに行こうと思います。チェンマイでコピーや写真撮影をする場合の金額などの情報をお伝えできればなと思います。まずはこのお店で写真を撮ります。谷市場から徒歩1分以内の場所にあります。富士フィルムって書いてますね。いかにも写真撮影できそうです。ビザ延長用の写真を撮りたいと伝えたらもう一瞬で案内してくれました。係の人も慣れてるみたいなんで、もう一瞬で何の問題もなくすぐに撮れます。ビザ延長用の写真は背景がホワイトじゃないと、ホワイトかブルーか、ホワイトかブルーじゃないとダメだそうです。撮影自体は一瞬ですね。10秒もかからずに終わりました。ちなみに写真自体はイミグレ、ビザ延長する場所でも撮影できるんですが、混んだりしたりしてめちゃくちゃ時間かかっちゃう可能性があるんで、あらかじめ前日に撮影することを選びました。現像に30分ほどかかるみたいなんで、その間にパスポートのコピーをしに行ってきます。先ほどの写真屋さんから徒歩5分以内の場所でパスポートのコピーできそうなんで行ってきます。ちなみに今いるのは大学の近くです。なので写真撮影やコピーなどをできる場所があるのかと思います。大学の近くなので文房具屋さんや学生が食べ歩きできる屋台などがたくさんあります。たこ焼き屋さんやたい焼き屋さんがありますね。日本、タイでも大人気みたいです。コピー屋さん見つけました。外観からはちょっと絶対わからないと思うんで、Google マップなどで場所をしっかりと見つけてから来てください。これは自分でコピー機を操作する必要はなくて、このページとこのページをコピーしてくださいって店員さんに伝えたらそれでコピーしてくれるみたいです。1分も待たずにコピーしてくれました。1枚あたり1バーツ約4円です。安いです。海外で証明写真の撮影とか、重要書類のコピーとか結構大変なのかなって思ってたんですけど、めちゃくちゃ簡単ですね。サクサク進みます。近くに写真屋さんやコピー屋さんがある、ところに宿を取っている人は、こういうとこ使ってみてもいいかもしれません。そろそろ写真の印刷が終わってると思うので取りに行ってきます。おそらく印刷終わってると思います。印刷できてました。思ってたよりもめちゃくちゃ多く作ってくれました。あとなんか肌補正とかもしてくれてますね。12枚これで、約600円です。思ってたよりめっちゃ簡単に、写真の印刷もコピーもできたんですが、冷静に考えたらこれ約1時間かかってるんで、時短的な効果はあまりないかもしれませんね。はい、ちなみに日本人はビザなしで、タイに1ヶ月間滞在できます。ただ僕は2ヶ月ぐらいいる予定なのでビザを延長する必要があるので、このように書類などを揃えました。では明日イミグレーションオフィスに行って、ビザ延長してきます。はい、じゃあ今日はセントラルフェスティバルチェンマイという場所に、ビザ延長をしに行きます。今いる場所からそこまで、結構な距離があるんで、ボルトという配車アプリを使って車で行きたいと思います。運転手は女性の方ですね。東南アジアの配車サービスの運転手さんは結構女性のこと多いですね。タイでもイン
ドネシアでもありました。セントラルモールに到着しました。こちらのイミグレに向かいます。ちなみにこのモールはまだ開店していなくて、イミグレだけが開いている状態みたいです。ショッピングモールの入り口はまだ開いていないので、立体駐車場の裏口の方から、入るみたいです。ちょっとややこしいんで、ちょっとややこしいです。今駐車場を歩いて探しています。難しいな。ビザ延長楽じゃないですね。駐車場で、警備員みたいな人を見つけて聞いたら普通に店内入れてくれました。もし同じような体験をされる方は警備員の方を探して聞いてみてください。モール開店前にイミグレーションオフィスに行きたい方は到着して、駐車場に向かって駐車場から店内に入ってエレベーターで2階に行ってください。こちらのイミグレーションオフィスは9時オープンで、ただいま9時25分なんですが、すでに並んでます。今ビザ延長の途中なんですが、しっかりと下調べをしていたら、簡単でもないですがめちゃくちゃ難しくもないです。逆に言うと下調べしてないとめちゃくちゃ難しいと思うので、必ず下調べをしてきてください。僕が参考にしたサイトのリンク概要欄に貼っておくので、参考にしてください。ちなみにイミグレーションオフィスではこちらで写真の撮影とコピーできます。写真撮影は僕がしたところと同じ150バーツで、コピーは1枚5バーツでした。ほとんど値段変わらないんで、正直こっちでやっちゃった方が楽かなと思います。いや、ビザ延長結構時間かかりますね。なんか今からお昼休憩行くので、また1時になったら来てねって言われたんで、ちょっとショッピングモールオープンしたんで見てきます。イミグレーションオフィスのすぐ隣に大麻が売ってるっていうのがタイらしくて面白いですね。では4階のフードコートエリアでご飯でも食べて時間を潰します。ちなみにここもメイヤーモールとかと一緒で、あらかじめ食券を買って、その食券でテナントでお支払いする感じですね。タイのショッピングモールにあるフードコートは大体このシステムが使われているっぽいです。特に何も考えずに、そのサービスカウンター的なんでチャージしたい金額だけ渡したらここに入れてくれます。フードコート内には選ぶのが大変なぐらい、いろんなお店があります。ちなみに金額は街のローカルレストランよりはほんの少しだけ値段がするぐらいですね。こちらのお店にします。チキンライスカオマンガイ食べます。まだ12時前なんで、結構景色の綺麗な感じの席も空いてたんで、そちらで食べます。安定のチキンライスいただきます。美味しそう。ちなみにお店にはミシュランのマークもついていました。フードコートレベルとは思えない美味しさですね。お肉もプリプリで絶品です。ごちそうさまでした。約200円でお腹いっぱいになりました。セントラルチェンマイのフードコート、景色もいいし、エアモールのフードコートよりもいいかもしれません。ちなみに使い切れなかった分の金額はサービスカウンター的なところでしっかりとリファウンド返金してもらいます。リファウンドしてもらう方法は、もうカードを渡したらもうそれだけでお金返ってくるので、もう何も難しいことないです。恐れずにカード渡すだけです。ダイソーがあったのでちょっと行ってみてリサーチします。あれですね、日本のダイソーと同じ店内 BGM が流れてますね。置いてる商品は日本とほぼ同じ感じですね。ただ金額はこれでいうと、約240円、日本の方が断然安いです。海のないタイチェンマイで、誰が買うねんっていう感じもするんですが、こういうのも売ってます。日本のダイソーと品揃え大差ないです。日本にいると錯覚するぐらい、置いてる商品とか店内の雰囲気は変わらない、一緒ですね。ただ値段が日本より倍ぐらいはします。タイに限らず、フィリピンとか東南アジアには結構ダイソーあります。どこのダイソーも日本より倍ぐらい高いですね。なので基本日本で買って、どうしても日本製の小物とか欲しい時には重宝すると思います。一番上の階には映画館もありますね。しかも IMAX や 4DX にも対応しているみたいです。映画や座席によって変わるかもしれませんが、とりあえず確認できる範囲内では1人90バーツです。おそらく日本とは建築基準が全然違うので、ショッピングモールではだいたいこういうスリリングな景色を楽しめますよと。街中でも見かけたことがあるんですが、ガンプラ専門店なんかもあります。
ガンダムタイでも人気みたいです。ジオングのガンプラが2240バーツとかね、結構日本よりも値段は高そうですね。今バーッと見た感じでも吉野家とか大戸屋とか結構日本のチェーンレストランとかいっぱいあるんで、どうしても日本食食べたいっていう人はちょっと値段は高くなるかもしれませんが、そういう願いも簡単に叶います。いや、違和感感じるぐらい日本企業が進出しまくってますね。なんでやろ。ユニクロもあるんでちょっと見てきます。ユニクロも他のお店と一緒でだいたい日本と品揃えは同じ感じで、日本では1000円ぐらいで売ってる商品が、2400円、倍以上ですね。倍以上します。基本的にはユニクロの商品は日本で買った方がいいんですけど、このように東南アジア限定とか、これタイというか東南アジア限定で今ジブリがユニクロとコラボしてるんですね。そういうのはここで買う価値ありますね。真っ黒クロスケのシャツが、約4000円ぐらいですね。可愛いけど4000円か。小玉のシャツ、これも4000円。ここら辺のシャツ全部4000円ですね。約ジブリの UT、これもねいいんやけど、白く印し約2400円ぐらいです。こちらラウンドバッグですね。今海外で人気のユニクロのラウンドバッグの、ジブリコラボ、こちらが、約2400円です。メルカリとかで見たら転売ヤーが3000円4000円ぐらいで売ってました。洋服好きの友達に頼まれたのでジブリコラボグッズ大量に購入します。正直タイに来て日本のチェーン店に来るメリットはあんまりないんですが、さっきのジブリのやつみたいにたまに限定商品があるんで、そういうの買うのにはちょっといいかもしれないですね。もうすぐ1時なんで、イミグレ戻ります。大きいモールでいろんな店あるんで時間潰すのは余裕ですね。ビザ延長終わりました。これで、1ヶ月プラス1ヶ月2ヶ月間滞在できます。ちなみに今回2ヶ月以上滞在する予定なので、その方法はまた後日紹介します。どうにかビザ延長終わりました。いやー結構大変ですね。半日作業にはなると思います。ちなみになんですけど、韓国の方はビザ延長とかなしで90日間滞在できるみたいなんで羨ましいですよね。はい、今日もちょっと疲れたんで帰ってゆっくりします。バイバイ。おはようございます。今日はチェンマイで行われている花祭りっていうのに行こうと思います。年に1回2月の第1週末に行われているお祭りだそうです。行ってきます。楽しみ。その花祭りっていうのでは花を装飾した車で街中をパレードするみたいです。出発地点がナイトバザールエリアからチェンマイ旧市街の南西左下ですね、そこにある公園の方に向かって練り歩くみたいなんで、ちょっとその公園の方を目指して行ってみようと思います。普段3期間目エリアにいるんですけど、旧市街に入ると外国人観光客が一気に増えますね。ちょっとね、席からパレードが見えそうなカフェを見つけたので、そこに行ってみようと思います。さっき外国人観光客がポイ捨てをしているのを見かけたんですが、人様の国に来て、そういうことは絶対にしないようにしましょう。ムエタイジムを見かけました。さすがムエタイの国タイですね。こちらのカフェに行きます。エリア41、こちらは隣接する盲学校の方が店員さんとして働いているそうです。これ展示ですね。前回行った耳の聞こえない方が働いているカフェデソットもありましたし、チェンマイではそういう福祉に力を入れているのかもしれないですね。こちらがメニューになるんですが、ちょっと見えづらいですが展示のメニューもあります。カフェデソットと同じく店内の雰囲気めちゃくちゃいいですね。綺麗です。チェンマイの平均的なカフェと比較しても清潔感があって綺麗です。エアコンもガンガンに効いててめちゃくちゃ休憩にちょうどいい場所だと思います。電源もあるので充電もできるし、Wi-Fi スピードも十分なので作業をすることもできます。立地もいいし値段も安いのに全然混んでなくて、かなりおすすめのカフェだと思います。タイティーフラッペ約200円です。いただきます。めちゃくちゃ美味しいです。今まで飲んだタイティーの中でもトップクラス。この美味しそうなサンドイッチが約250円です。味は特別な感じではなくて普通ですね。ただ卵も入ってて野菜も取れるんで栄養的には結構いいかなと思います。学校のロゴを撮影して翻訳してみると、
見王室の講演を受けているって書いているので、このクオリティで値段が安いのは、そういう背景もあるのかもしれません。いやカフェ最高でした。お手洗いもね綺麗でした。ただパレードをお店から見ることちょっとできなかったんで、場所変えてパレードを探しに行ってきます。先ほどのカフェからちょっと歩いてきたら、いつもはもう車がめちゃくちゃ走ってる道が歩行者天国になってましたね。本当お祭りの感じです。ちょっと露店見てみます。いやフラワーフェスティバルというだけあって、そこら中に花がたくさんあります。そこら中にフォトスポットなんかもありますね。普段車がビュンビュン走っているところを歩けるっていうだけで気持ちいいですね。パリピっぽい祭りではなくて、ちょっとお年寄りとかも多い落ち着いた感じのいいお祭りですね。こちらは普段からやっているお店で、こちらは全て即席のお店ですね。普段は何もないお堀沿いの道です。いやそこら中綺麗なお花だらけです。各国の、お年寄りの女性が本当すごい楽しそうな幸せそうな笑顔してて、すごい平和な雰囲気のお祭りです。細いバナナも売ってます。すげえ、一生分のサンダルも売ってます。いやホコ天が楽しすぎて目的地に着くのに時間かかっちゃいますね。いや楽しい。こちらが、フラワーフロートと呼ばれる花の車ですね。これがずらーっとたくさん並んでいます。フラワーフェスティバルではこのフラワーフロートの美しさだとかデザインだとか伝統性、みたいなことを競う品評会もしているそうです。ナイトバザール方面からパレードを開始して、ここ旧市街の南西左下の部分のところですねに到着して、このフラワーフロートを置いて展示している状態みたいですね。なのでもしかしたらもうパレードはすでに終わっちゃった状態かもしれないですね。それにしてもすごい数のフラワーフロートがあります。日本でいうと、だんじりとかおみこしみたいなノリなのかもしれませんね。すごいですよね。これ全て造花じゃなくて本物の花でデザインされています。ものすごい量の花を使ったフラワーフロート、いやすごい。ゾウさんのお目目も花でできています。フラワーフロートは遠目でなんとなく見るよりも近づいてしっかりこのディティールを見る方が楽しめるかもしれないです。いやこれ全て花でデザインされています。いやお花好きの人にはぜひ来てみてほしいです。こういう絵の部分はもう単純にただの絵だと思ったんですが、近くでよく見てみると種ゴマみたいなの使ってデザインしてます。すげえ細かい。お坊さんもテンション上がって撮影するほどのお祭りみたいですね。そしてこちらが今回のこのフラワーフェスティバルの本拠地的な公園です。ちなみに普段から使える公園で無料で入場できます。ちょっと入ってみます。本当普段からすごい綺麗な公園なんで、ぜひチェンマイに来た際は訪れてみてください。無料なんでね、無料。公園内すごい綺麗です。これお祭りだからじゃなくて普段からこのクオリティで綺麗です。いやお花好きが集まるところはなんか平和な雰囲気ですね。なんか落ち着いた人が多いです。その公園内にあるこのステージでおそらくどのフラワーフロートが一番優れていたか、みたいな表彰式が行われるっぽいです。癒される雰囲気です。ちなみに園内にはこのような謎のマッサージ機や筋トレマシンも置いています。休憩スペースも可愛い雰囲気です。ちょっと詳しいことはわからないんですが、どうやら、日本がこの公園にも影響を与えたようです。いやー綺麗やな。いやフラワーフェスティバルめちゃくちゃ良かったです。ちょっとねパレードが見れなくて残念だったんで、概要欄にフラワーパレードのなんか別の動画貼っておきますんで、よかったら見てください。じゃあ今日は一旦帰ってゆっくりします。長い動画のご視聴ありがとうございました。どんどん旅の動画上げていきますんで、チャンネル登録と必ず返信しますので、感想のコメントや質問のコメントどしどしお願いします。それでは次回予告どうぞ。
なんか日本のカルチャーがすごい流行っているみたいですね。コロナって完全に終わったんだな。足でけ